土曜日の2時間しか出ない。平日はやってないんですか？平日やらないですね。235トリプル。ないよ、友だからも。そうとかないけど、まあ、なんだろう。ね、あの当時こんなことやってたなみたいな。ああ、とかね。よく言いますよね。だから昼はもう鬼のような顔してやってるけど、夜の顔は違うねとか。そうそう。それ夜のお客さんが昼来たら誰みたいな感じになる。夜の常連さんには昼来ちゃダメだよ。っていうならスープですかね。ランチにですね出すスープなんですよ。これ何スープというか。もう季節のお野菜使ったスープみたいなね。今だったら春キャベツと今はキャベツ。新玉ねぎのスープみたいな。こだわりといったらこれとあとはうちの妻の接客ぐらいですね。そこに注目してください。メインなんで。メイン。まあでもメイン。スープにこだわりを持ってらっしゃってすごいですよね。あとは本当にマジであれですよ。なんちゃ普通ですから。まあスープと妻とスープ。妻とスープ。すごいですね。店は今年で10年ですね。10年。10年ですね。もともとなんか違うところでこう料理をされてたってことですか？そうですね。転々としてましたね。なんか洋食とか和食とかなんかいろいろしましたね。幅広く。結構この辺りでこうお店開くのって10年前だとなんか激戦区じゃないですけど、ああ確かに結構いいとこですよね。今思えばなんかすげえとこでやったかな。すごいとこそうですよね。人気店もいっぱいありますよね。まあ勢いだったんですね。10年前勢い良かったね。今はもういやっと終わるんですよね。これが一番長いんですよね、作業。今日土曜日なんで僕の奥様ランチなんですよね。これをね土曜日の2時間しか出ない。平日はやってないんですか？平日やらないですね。これはなんか何作られてるんですか？ですか。これはステーキのソース。ソース。そうなんですよ。酔っ払い専用。これはなんだろう。それですね。いつでも割っていいよみたいな。ああそういうことか。大事大事高いのね。ほら妻ソムリエなんてちゃんとしたワイン出す時はちゃんとしたグラス出してこれはこれでもはいって
あんたこれねみたいな。だってねえグラスのもう酔っ払ってたら分かんないですからね。ガシャーンとかやるから。大変ですよね。もう10年もやってれば分かるけど。そうこいつはいそうだなって。昔はなんかねこう格好つけて料理やってましたけどね。それがねなんかねかっこつけたり。格好つけてなんかあるじゃないですか。なんかテリーヌだったりね。なんかこうやってましたけど。一回お客さんになんかその言われたんですよ。これが何人に伝わるかねこのショールクローバーみたいな。こんだけ手間かけてやってるけど。あ確かにと思って伝わんねえなこれと思ってでそんななんかその言い方難しいですよね。自己満の料理なんか通じないみたいなで考え方をそこから変えたっすね、そのお客さんが言ってそこから変えたっすね全て分かりやすいことをしようと思ってやっぱりその時売り上げってそんなに上がってないんでさまよってる状態だったからその人に言われてなんかこう簡単な単純な分かりやすいことした方がいいなっていうで始めたんですねまた切り替えてみたいなこんなもんだようまいだでした。いやいや仲の良さそうな。もうちょっと固めあこれソースかける余計大きく見えるんです。そうですよね。普通180とかでやるんですけど120とか180でやるんですけどあれ一瞬で終わるんで食べるのが。食べるのがそういうことです。もう終わっちゃったハンバーグみたいなああそうで200ぐらい超えるとああ食ったみたいなそれりょうさんの。あじゃあ僕らはいあれですそう欲の腹具合。毎日お昼は出てるんで。お昼ははい毎日いますね。娘が一人いるんですけど、はい。娘が幼稚園に上がるタイミングでもう私が夜出なくなったんですよ。私が昼暇になってたんでじゃあランチやるってなってそこからオープンして2年目ぐらいですかね2年3年目ぐらいでランチを始めたんですよ。最初はほんま全然来なかったね全然来なかったこう後からこう「いらっしゃいませ美味しいですよ」可愛いですねって言いながらお客さんを、ね、呼び込みしてくれてるぐらいのところから始まったんでいいですね。まさかこんなになるとは思ってなかったですあー私たちも。これをあれであれして今日特別早い呼んでないです桜じゃないです呼んでないですよお前
7枚だあれもうよしって。味もあれ全部あれ美味しくなれ、美味しくなれ、美味しくなれ。美味しくなれ。言わないですよ、普段は。楽しかったです。手を動かせ。よく夜は昼はしっかり手を動かすんですけども、夜は口ばっかり動くんで。お客さんはストレス解消の話しに来るんですけど、僕が逆に話してるんで、僕もストレス解消になって。素晴らしいことですよね。ハッピーとハッピーがつながって、はい。ハッピータワーみたいなわーってなって。全部の瀬戸と話して。全部の瀬戸さんがなん全部楽しめる。あれもそういう選択肢もある。はい、あげるから。営業時間が早く。はい。普通焼けないですもんね。注文してからやっだてからね、もうずっとみんなミーアキャットみたいに見るのかと。待って待って。ちょっと待って。できるだけ早くね。なるはやね。なるはや。最初はこの辺やっぱオフィス内なんで、サラリーマンの方をはいこそうね。相手というか、いかにねいかに早く提供する出すか。でもハンバーグなんかもう火入れてるんで、30秒ぐらい出るときは出るよね。出るときは早いです。1分以内出るですね。今デミの中に入ってるわけですよね、ハンバーグ。そうです。もう日本で。だからもうできてる。シェが出る。ちょうどいい状態なの。ちょうどいい状態で。こんなこのだから見たら忘れない。この間7年前に来たお客さんの顔。7年前。そうですね。1回来ててもってことですか？1回そうですね。だから印象に残ってるお客さんは覚えてたりはしますけど。なんか前そういう仕事だったんですか？でもなんか昔マクドナルドでバイトしてました。いやでもそれでも覚えてないですよ。高校生の時に。まあその方が頼まれるものを覚えてたりとか、なんかね嬉しいじゃないですか。僕のこと覚えてるな。いやそうですね。じゃああなたはあなたは大、あなたは小、あなたは中ねみたいな。おーってなるんで。他にどういうこと覚えてるんですか？前回来られた時に卵なしでしたよねってお客さんが忘れてて、でも前回卵なしって言われましたよねって言われて、はい、卵
卵なしで覚えてたんですか？自分が忘れてる。そうそうそう、自分のせいでむしろそういうのはなんか極力覚えるようにしてますね。マヨネーズ使ってるもの抜いてくださいの人とか。いやー、普通そんなのもうやらないです。忙しいよから。く焼けよく焼けとそうそうそう、あよく焼きライス小ソースなしとかね。いやいそうやいや。いうのは極力覚えるようにあだ名お客さんにあだ名つけてますいい。もう始めますか。ちょっと待ってちょっと待ってこれをああ行きましょうか。ちょっと早いけど、5分前だった。ああ、でも、その、入る、全部入る。あ全部入る。あじゃあ入れよう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何様入りですか？リブロースランチ。リブロースです。はい、少なめで。少なめで。ビールがあります。ビール。はい。はい。決まりですか？全部。次全部が2、カレートッピングもあるんです。ビーフカツが1個入ってるけね。ああ次の次の次の次ぐらい。ちょっとあれだね。あ日替わりはミステリーダブルが待って。大人のお子様。の日替わりですね。はい。
雑なしで、もう自分書いてないよ。もうちょっとお待ちください、すいません。日替わり2で1個目玉焼きトッピングです。前からすいません。前から私もどうぞ。235トリプル。はい、完成それ。お待たせしました。まだおるそれ。
終わりでも撮影がやってる。そういうのあと全部じゃあみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。全部メニュー手書きなんで、メニューの手書きこれ誰か絵が上手い人がいるんですよね。これ僕書いてます。これ何周年のやつもあ、そうです。全部。才能ありますね。デザイナーとかやってたんですか。大学がデザイン学部だった。やっぱりでも絵あんま描いてなかったんですその時。店やりだして格段に上手くなりました。店やってます奥さんの接客も、いいところの一つだっておっしゃってましたけど、奥様と結婚されてどのくらいなんですか。13年。13年。あ、じゃあお店開く前にも結婚されてて、もともとなんかそういう同じ業界だったんですか。あ、いや全然全く違う仕事してましたね。まあいずれ独立しようと思ったんですけど、まあ一人でやれたらいいなと。このなんだろう、カウンターがあって、はいはい。なんかまあ夫婦でやってて、で子供がそこで宿題してるみたいな、描きながらやったんで、それが実現できた時は嬉しかったですね。はい、今はね、まあ小6になるんですけどね、娘も。あ、じゃあもう大きくなりましたね。そうですね。あんまり来ることないですけどね。まあ、確かにで自分の時間もね。酔ったパパ見たくない。そういうことですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。